こんにちは、きこです。今日は前世の3回目ですね、書き換えをやっていきたいと思っています。では、この書き換えについてなんですけれども、まずイメージングから入ってね、イメージを見ながら前世を書き換えるっていうことをしていきます。で、書き換えることによって自分自身が持っている周波数、前世の自分が持ってるってことは今世の自分がその周波数を持ってるってことなので、書き換えることによってとても楽に今が進めるようになるっていう感じです。書き換えがとても簡単ですから、前世を見たら書き換えまでやってみましょう。そしたら、まずイメージングから入っていきます。じゃあ、アフリカをイメージしてみましょう。アフリカで自分は何をやっていますか？どこにいますか？見ていきましょう。周りの景色を見ていきます。周りの景色を見て、その場所の天気とか気温を感じてみましょう。そしてそこにいる自分は男の人か女の人かを見ていきましょう。男の人か女の人か分かったら、あとはその人が何歳ぐらいの人か、どんな格好をしているかっていうのを見ていきましょう。私も一緒に見ていきます。アフリカのとても草がぼうぼうと茂っているところの、本当に太陽が強いところでいる、女の人ですね。女の人で、年齢は若い19歳ってきたので19歳ぐらいの女の人で、上に壺みたいのを持ってこういう感じでやってる女の人ですね。皆さんはどんなものが出てきたかっていうのをしっかり見てください。そして、その出てきたものっていうのは何か気づいてほしくて出てきてますので、何が原因で出してきてるのかっていうのを見ていきます。何かいいことかもしれないけど、悪いことっていうかね、何かその人が悩んでるから出てきてるっていうのがほとんどだと思いますので、いいことなのか悪いことかというか、なんで出してきたのかなっていうのをちょっと見てきます。その人に聞いてもいいし、その前世に向かって何が原因なのかなっていうのを見ていきます。で、私のこの19歳の女の子は、何が原因なのかな。退屈みたいだね。壺をいつも運んだり水を運んだりして、なんかもうちょっとなんかアイドルとかさ、なんだろう、もっともっと都会に出たいみたいな、すごいサバンナみたいなところのさ、田舎の女の子だから、とっても退屈で面白くないなって思ってるみたいで、だけどこういう都会に出る勇気がないっていうのが原因っぽい感じだね。皆さんはどんなのが原因ですかね。原因を見てあげましょう。そしてここから書き換えなんですけれども、その子がさ、やりたかったことがあるわけじゃない。今のサバンナの女の子だと、出たいけど勇気が出ないみたいな感じだったから、じゃあその子がやりたかったことっていうのを、イメージの中でやってあげるんですよね。それをやってあげることによってその周波数が変わるので、その子が笑顔になってきますので、その子がやりたかったことっていうのをやらせてあげてください。その子って私の場合は女の子だからあれだけど、皆さんにとってはどんな人、出てきた人が何をやりたかったか、それをやったイメージをしてあげるってことですね。
じゃあ今ちょっとイメージをしてやってあげてください。やってあげたことによってその人が、どんな表情になったか、あとは周りの状況がどう変わったか、一番大事なのはその出てる自分自身、相手のだったら相手ですけど、今出てるその主人公の人だけが大事ですからね。その主人公の人がどういう風になったかっていうのを追ってみてあげます。じゃあ、私の場合はその女の子はなんかこう退屈だなと思ってて、都会に出たいけど怖いっていう感じだったから、じゃあどうしたいのかなっていうのを、聞いてみます。どうしたかったんですか？うーんなんか自分の力を試してみたかったって言ってますね。自分の力を試して、何て言うんですかね、挑戦してみたかったみたいな感じなんだけど、なんか親の前でいい子ちゃんでいたみたいな子だったから、やっぱそれに逆らうことが怖かったみたいですね。じゃあ、その子が都会に出て、その子がそうだね、都会に出て、楽しそうにしてるイメージにしてみます。これは、今その前世の子に聞いてもいいし、全体的な前世に向かって聞いた時にポッと出てきた自分の直感、自分自身だからね、なんとなく自分の感覚でわかると思うから、どうしたかったのかなって。私自身のこの女の子は私だから、なんとなくやっぱり都会に出たかったのかな、出ていろんな自分の力を挑戦したかったって言ってるので、じゃあそれを挑戦してるイメージをしていきます。そうするとその女の子は、自分自身がこうなんだろうな、一から生き生きといろんなことに挑戦して、大変なこともあったりするんだけど、それが楽しくて楽しくてしょうがないっていう、さっきまではちょっと目が魚のように死んだような目をしてたんですけど、今は本当に生き生きとしてて、なんか白い歯がキラーンって見えて、みたいな感じでこう見えている感じになっていますね。でここまででその子が笑顔になればいいんですけど、あとはそうだな、ここまででいいや。その子がやりたいことをやらせてあげて、笑顔になればいいかなって感じですね。笑顔にならなくてもちょっとさ暗かった表情が明るくなったりすればいいかなっていう感じですね。だからやりたいことをやってることをよーく見てください。見てあげて、見てほしいんだからね、その子は。で最終的に笑顔になるとこまで持っていけるといいんじゃないかと思いますね。できましたかね。だいたい原因がありますから、原因を見て、でそこからやりたいことをやらせてあげて、その子が笑顔になるところまで持っていくっていうのが書き換えのやり方です。これをやることによって私自身がこの周波数持ってるってことなんだよね。意外と退屈なところにいるなみたいな、でもなんか一歩踏み出すの怖いなとかさ思ってるのかな、どっかに潜在的に入ってるのかもしれないけど、これがこの子が一歩踏み出したことによって、私もその周波数が今書き換わったから、こう一歩踏み出すことに恐れなく進めるっていうのかな、そういう感じになりますので、今の自分のために書き換えるっていう感じですね。じゃああともう一個やってみたいと思います。じゃあそのまんま今こう国で出してますけど、そのまんま出すこともできるんですよね。だからどういう風な出し方をするかっていうと、なんか今の私に必要な前世とかさ、何かこう怖いものとかあったらそういうものを出してもいいんだよな。例えば水が怖い原因の前世とかさ、なんだろうな、恋愛がうまくいかない原因の前世とか、なんか家族関係がうまくいかない原因の前世とかさ、そんな感じでやっていくといろいろ出てくると思うから、一つ一つなんかこう見ていくといいんだけど、何かピンとくるとこ、何か自分が今世生きてて引っかかるなって思うところの原因の前世っていうのを今度出してみたいと思います。
じゃあ私の場合は何でしょうか。みんなちょっと今自分の中でこれにしようっていうのを一つ決めていただいて、その前世を見ていきます。その前世が出てきたら、まず周りの景色、状況を見ていきましょう。どの時代かな、どの国かなっていうとこを見ていきましょう。そして自分自身は男の人か女の人か。またこれ、宇宙が出てくる人も多いと思うんですね、宇宙が出てきたら宇宙で、もちろん男女っていうのがない可能性もあるから、それでも出てきたものが正解ですから、地球がないのかなとかさ、そういう感じで思っていただければいいと思う。出てきたものが要は顕在意識っていうかね、ここを見る必要があって出てくるっていう感じだから、出てきたものにジャッジ入れないでください。じゃあ何かに対する前世を見て、男か女か周りの状況を見ていきます。そして何が原因かっていうのを見ていきましょう。何が原因でそうなっているかっていうのを見ていただくといいと思います。出てきましたか？そしてその人が、じゃあ原因が分かったからね、その人がじゃあやりたかったことっていうのをやらせてあげます。それをやったイメージにしていただいて、でそのやったイメージにした後にその人がどんな表情になるかを見ていきましょう。その人が笑顔になればいい、表情になればいいですね。それで書き換わったっていう感じですから、そこまで持ってってあげてください。出てきたかな。今じゃあ私も一つやってみますね。私は何しようかなと思った時に拡大っていうところが出てきて、大きくなっていくことっていうのかな、拡大するっていうことに恐怖心とかさ、やっぱ少しあるかなと思ったので、それに関わる前世っていうのを見ていきたいと思います。拡大を恐れることに対する前世っていう感じで見ていくと、どんなのが出てくるか、なんか馬に乗った私みたいな、フランス革命とかさ、あんまり歴史とか分かんないから適当でいいですからね。要はさ、出てきたものに対して原因を見て、周りを見て原因を見て、でそれをやらせてあげるっていう、そのなんかこれだけやるだけだから、これがどの時代かって細かく見たければ見ていけばいいですけど、細かく周りを見ていただいてもいいけど、今の感じだと、なんかフランス革命とかそういうところで戦闘を切ってやってた人なのかな。馬に乗ってこんな剣を振りかざしてる感じの人なんですけど、なんだろうな、何が原因なのかね。じゃあ聞いてみますね。女の人かな、この人。女の人で結構そんな感じのことやってた人なのかな。馬に乗ってるんだね。でじゃあ何が原因ですか。何をしたかったのか。そうだな、やっぱり戦いをしなければいけないんじゃないかとか、そういう何か摩擦があるっていうのが自然なことみたいな感じで思ってるから、何かをやってもいつも障害が起きるんじゃないかみたいな感じの恐れっていうのがあるみたいですね。じゃあこの人はね、何をしたかったのか聞いてみます。じゃああなたは何をしたかったんですか。どうしたかったんですか。
したら、この人は、ただ別に戦いたいわけじゃなくて、ただのんびりとお茶を飲みたかったみたいな。嘘でしょみたいな感じだけどね。ただのんびりと全然戦いとか好きじゃないんだ、お茶飲みたかったんだみたいな。びっくりだけど、お茶飲んでくださいよね。じゃあイメージでその女の人がさお茶飲んでるイメージにしたら、ああなるほど、そしたらその人がもう小指立ててこんなに立っちゃってみたいな感じでこう飲んでて、それで外は荒れてますわねおほほほみたいな感じでこうお茶を飲んで、おいてぃみたいな感じでやってる。これ自分なんだね、楽しいなみたいな感じになってきましたね、もうとても笑顔で、楽しそうにしているっていうのかな、そんな感じです。はい。皆さんの今見た何でも出てきますからね。これに関わる前世とかさ、何をしていた、何かが怖い前世とか。風がすごいからいろんな音がするな。大丈夫かな。なんか落っこってきそうすいません。はい。とにかく自分自身の、前世を見て、でやりたいことをやらせてあげて、でその人が笑顔になったら OK って感じ。あとは、アレンジとしては、光でね、やっぱり傷ついてきてる自分がいますから、光をイメージして光をね注いであげるっていうことをするんですよね。光はただの光でいいですよ。さっきのでは私だったら、フランス革命みたいなとこにいた自分がいるから、そこのその傷ついた自分みたいな、どっちがいいかな。変えたおほほってなった方でいいか。おほほってなった方に光を当てるとか、あとはそのおほほってなる前の自分でいいか、おほほってなる前の自分に対してイメージでいいから、上からシャワーのように光が当たっているイメージにすることによってすっごく、自分もそうだけどその周りにいる人たちもすごい癒されるんだよね。イメージでいいからそういう感じで光を送ってあげるっていう感じなんですけど、そうするとすごく癒されて、書き換え前にもうなんか笑顔になっちゃったりするんですけど、こういう感じでやったり、書き換わった自分に流してあげてもいいし、ここは結構自分の好きなようにやっていただくといいと思います。光を送るっていうやり方ね。これは、前世に対してそうなんですけど、今世の自分の辛かった経験に対しても光のシャワーをね送ってあげるとすごく癒されるんですよね。だから私で言ったら、旦那さんと別居してる時に辛かったですけど、その時の自分によく光を送るんですよね。光を送ってシャワーみたいにしてあげるとすごくね苦しかったから、なんかねこうね顔を上げるんですよね。自分がこうやってなってた自分がこうゆっくりと顔を上げるから、これは前世の自分であったり今世の自分でもいいんだけど、やっていただくといいんじゃないかなと思います。本当に癒されますから。はい。前世の書き換えはこんな感じでやっています。あとは誰